はい、どうも、こんにちは、こと申します。今回はですね、コーヒーインク2でスターファックス、これは関係ないですね。最難関かつ政治オンの状態で上場を目指していくという動画になります。それではやっていきましょう。最難関です。で、資本金は最大にします。で、今回の動画におそらくですね、AI による、概要だったりだとかっていうのが見れると思うので、そういうのを見ていただいて、実際に自分がやる場合の参考にしていただくのもいいですし、動画を見ながら、なんとなくやってみてもいいかなと思います。で、基本的に私の動画は編集がないので、それも込みで楽しんでいただけると嬉しいです。で、基本的に賃料が高額なところかつ、こういうね、機材に関しては品質3、生産性5のものを選んで今回はやってきます。よいしょ。基本的に初期の頃に関してはだいたい3つくらい、店舗を立てれるかなっていうイメージになります。で、高額なところに関しては人がたくさん来るんですけども、家賃が高いっていうことで、後半になってくるとですね、運営をミスると割と積みます。よいしょ。初期の頃に関してはこんな感じでバンバン、立てていってっていう形になるんですけども、後半になればなるほど赤字の店舗どこだって思ったら意外とこういうところだったっていうパターンが多いので、注意がいるかなと思うんですけども、こんな感じで一旦進めます。もう一個多分立てれるので立てます。皆さんおそらくなんですけども、初期の頃で積まれる方っていらっしゃると思うんですよね、自分含め。で、自分がイージーの頃でこの動画を上げた時っていうのは割と政治モードに苦しんでて積んでたんですけど、今やっとねそれが割とマシになってきたので、よいしょっと、こんな風に遊んでます。マーケティングに関しては全体的にオンにした方がいいです。これはそのマーケティングのコスト以上にリターンがでかいので、多分他の動画でも何回か話してるとは思うんですけど、ここケチるとミスるんですよね。よいしょ。なのでマーケティングには可能な限り初期の頃は特に力を入れていくっていうのが、このゲームをクリアしていく上で大事になるかなって思いますね。よいしょ。で、これをオンにせずに、これをね、全ての店舗でできればやりたいんですけど、それを途中からめんどくさくなってやっぱ店舗数増えるとできなくなるんですよね。で、そういう時に自動で店長を配置するような、役員さんを設置すると組みますね。一気に赤字が加速するので。では次のターンに行きましょう。多分ね、もうすでに週間の純利益ってのがだいぶ黒字に近づいてるので分かると思うんですけど、このマーケティングの効果は非常にでかいです。リアルで考えていただいたら分かると思うんですけど、サービスいい店に行きたくなるじゃないですか。で、多分ダイレクトマーケティングとか地域振興だとか SNS だとかローカル検索だとか、そういうのを現実的に考えたら、ある店舗の方がいいっていう部分があるのでおすすめです。こんな感じで。
よいしょ。安定してきましたね。プラスアルファは広告等の宣伝をすると上がります。ただ別に今回は特にしません。で銀行借り入れっていうのもちょっとしたいんですけど、まだ多分ねそんなにいいのが額がもらえないので、よいしょ。もう1店舗くらい出したいんですけど、で高額な立地に出店を重ねて他の地域に行くっていう手法は難易度っていうよりもどちらかというと政治のオンにするかオフにするかで決まると思ってて、こういう何々税っていうのが導入された際に1個の地域で全てをやってると急に罰金が増えるような状態になるので結構厳しいんですけど、いろんな地域に分散している場合、プラスとマイナスで地域ごとに分かれるので痛みをちょっとマシにできるかなっていうようなイメージです。大したお金も借りれなさそうなので日本の方に移動してみましょう。個人的に大阪か東京に本社を置くのが多いですね。なんとなく特に意味はないですけど。現状こんな感じですね。2000万くらい純利益かな。とで難易度が最難関の場合人が辞めやすい傾向にありますね。これは CEO もそうなんですけど、なのでとりあえず最初は難易度イージーだったりノーマルで楽しんで、で慣れてきてそろそろいけそうだなってタイミングになったら難関とかそっちに挑戦していくのが現実的かなと思いますね。ゲームのコンセプト的に結構難易度がそもそも高いので、よいしょ。で最近始まった Google によるね解説だったりとかっていうのができる機能なんですけど、あれいいですよ本当に。自分もあれ使ってタイムスタンプとかそういうのを設置してるんですけど便利なのでね、皆さんもぜひね使ってください。よければこのタイミングで変ですけども参考になればね高評価チャンネル登録だったり他にもねコメント等していただけると嬉しいです。こういうのを言うとね結構効果があるみたいなのをどっかで見たんでせっかくなので言っておきます。やっぱ高評価ついたりコメントがつくと嬉しいんですよね。チャンネル登録が増えたりモチベになるのでありがたいです。よいしょ。普
段のプレイであればね、ああいう上場するとね、すぐ乗っかかるんですよね。上場初期ってこのゲームの場合特に結構小さめの価格で上場して急にブンと上がることがあるので、ただ今回に関してはまあそういうのはしない。ああいうドーピングみたいなことをすると再現性がなくなっちゃうので、最大限再現性があるような形で最難関かつ政治モードオンで上場して、皆さんもぜひやってみてくださいっていう風な形にしようかなと思ってます。多分今2期目ですね。3期目までプラスになったら1個の条件が達成できるので、なので3期目に到達した時点で上場を目指せるような、そんな形を目指したいですね。今借り入れを行いました。取られちゃった。まあそんなこともありますね。あそこのでっかいね、タワーの下の方がね、結構好きな立地なんですけど、取られちゃったので、もう何ともできないですね。残念。で、この動画も実はパート2なんですよね。1個前に撮った動画が、ちょっと BGM を試しにつけながらやってみたんですけど、BGM を最低にしてもでかかったので、諦めました。まあおそらく編集でつけるのがいいとは思うんですけど、前と違ってキャップカットがちょっとね、いろいろ制限が強くなって、ちょっといろいろあるので、なんやかんや編集アプリをどうしようかなっていうふうに考えてる最中ですね。よいしょ。こんな感じでひたすら同じことをしていけば、ある程度安定して軌道に乗せることができるので、こういうのが好きな方にはおそらくコーヒーインクすごい合ってます。一方でこういう感じなんじゃなくて、もう派手にゲームしたいみたいな人は、向いてないかなと思いますね。自分は経営系のゲームが非常に好きだったので、コーヒーインクは、こんだけ動画出せるくらいには飽きずにやってるんですけど、店舗拡大していろいろやるにつれてできること減っていくので、新しくゼロから始めると楽しいですけど、飽きはきますね。よいしょ。で、現実と同じようにね、税金って結構このゲームでも重いので、それをオフにできるっていうのはね、本当に最初のね、成長の段階だと楽しいですよね。なかなか抜け出せないようなものではございます。いないとは思うんですけど、もしね、コーヒーインクを
プレイしたことがないっていう方がこの動画見てやってみたいなって思われたのであれば、これね iOS でしかできないんですよね。 Android 版がまだなくて iOS なので、その点は注意が必要です。結構ね欲しいですよね。せっかくならAndroid にもあればいいのになと思うんですけど、 iOS にしか今のところないと思われます。だいたい300円で買えます。経営系ゲームでいうと、昔の場合ねフラッシュとかのゲームが多かったんですけど、そういうゲームって経営っていうよりかはどちらかというと自分で動いて稼ごうみたいなゲームが多かったので、どちらかというとこっち系のカイロソフトにあるような感じのゲームが個人的には好きなので、このゲームはとても楽しいですね。自分で動く系のゲームってどこまで行っても動かないといけないんですよ、ああいうのって。なんか店で働きながらみたいな。オートにできないので、なんかフランチャイズを経営するようなそんなゲームを個人的には求めていたり求めていなかったりするんですけど、能力があればね AI とかを使ってもしかしたら私の求める理想のゲームはそのうち作れるようになるのかもしれないですね。3期目来ましたね。3期目プラス多分上場できるんではないでしょうか。手前に最高責任者と取締役会を設置すればできますね。なので取締役会を設置して最高財務責任者をということで、よいしょ、1234と、はい、スターファックス上場いたしましたということでですね、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。もしよろしければ高評価、コメント、チャンネル登録等いただけると本当に嬉しいです。本当に意見だったりね、すごいだったり参考になりましたとかそういうのでもいいですし、またはねこういうのがあったらいいなみたいなそういう感じのものでもありがたいのでね、ぜひぜひコメントしていってください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。岡でした。バイバイ。